なんと驚愕の1億2000万オーバー、ハーディペルフェクション一発いただきました。ありがとうございます。耳を疑った。たった今1億円を超えるボトルが入った。すごいっす。感動した。さすがにナンバーのコメント聞いてたじゃないですか。俺だけイライラしてた。それは決してあぶく銭なんかではなかった。女性客の努力と輝きたい希望の結晶でもあった。こんなのはローランドも初めてだ。歌舞伎町の記録が塗り替えられた夜。俺はローランドさんを超える。ザ・ローランドショー開幕。2023年最後の営業日。年間売上ナンバーワンをめぐり激しい争いが繰り広げられるはずだったが、決着の瞬間はあっけなく訪れた。誰のものですか？有志です。いつもから持っていくんだ。はい。なんか選ばれました。あ、ライバルが持っていけと。多分そういうことですよ。これ何ですか、ちなみに。ペルフェクションです。額知ってますか？1億3、4千かな。そうです。1億円プレイヤーと皆がもてはやす年間売上1億円。一夜にして1年分の売り上げに匹敵する驚愕のオーダーだ。そんなオーダーを勝ち取ったのは2023年有志代表の素敵な姫様より、なんと驚愕の1億2000万オーバー、ハーディペルフェクション一発いただきました。ありがとうございます。こちらこそです。開けさせてもらいます。かっこよすぎるやろ。実は5年前ローランドが現役ホストを引退した日にも、ローランドプロレスの素敵なお客様に、なんとホスト界最高級価格ハーディペルフェクション婚約一撃いただきました。ありがとうございます。ローランドが入れた4000万円のペルフェクションは歌舞伎町をざわつかせたが、仕入れ値が高騰した結果、今や1億2000万。有志はこの瞬間ローランドを超えた。5年前からその片鱗はあった。いや、歩いていくんですよ。タクシータクシーで行く？で行きます。ここからあそこまで？なんでまだタクシー乗るんですか？なんか結構ホストって夢あるんで、タクシー移動とかも後輩とかに見せるためになんかずっとタクシー移動するんですけど。スーツも20歳でテーラーメイド。普段の所作もこだわり抜いた。こちらのボールペンがあるんですけど、はい、うちからこれローラさんに成人祝いの時にいただいたカルティアのボールペンなんですけど、ローランドに心底惚れ抜いた。見よう見まねでやれる限りの自己ブランディング。ほどなくしてザ・クラブ年間ナンバーワンに輝き、見事賞金1000万円を獲得しました。有志主任です。おめでとうございます。ザ・クラブ初代年間ナンバーワンも獲得。ホストとして順風満帆な日々を送っていた。しかしユシさんはどこにいるんですか？ユシ君は音信不通になりました。コロナ禍で一度歌舞伎町を離れたものの、1年前に電撃復帰。ぶっちゃけ戻って何番取れると思う？ぶっちゃけな話。ナンバーワン取りに行きます。宣言通り復帰するとすぐに売れっ子ホストに返り咲いた。
かしその裏ではメイさん20度えぐみよ30 YouTube からの集客に大成功した後輩の手法を徹底研究。ローランドショーで有志の動画が配信されるタイミングに合わせ自分のチャンネルも更新、作詞の一面も見せた。有志チャンネル今日からやります。ローランドに憧れた19歳の少年はプレイヤーを卒業。今年からは大阪店代表としてローランドを支えていく。この歌舞伎町で今日どんなボトルが他の店で入ったかわからないですけど、多分歌舞伎町で一番の歴史を作ってくれたというところで伝説のホストとして、かっこいいマイクで一言決めてくれたら嬉しいなと思います。私は一顧客でしかないけれども、プレイヤーの融資を終わらせるお手伝いをしてペルフェクションを入れられて、私の応援もコンプリートしたような気がしています。心からおめでとう。私にとっても素敵な経験ができた2023年でした。ローランドさんがね、入れたボトルをあれから5年6年経って入れてくれてありがとうございます。歌舞伎町来て7年、19歳の頃面接行って本当に3秒で落とされたんですけど、諦めなくてよかったなって心から思って、ローランドさんに憧れて入ったけど、俺はローランドさんになりたいじゃなくて、俺はローランドさんを超える、ずっと思い続けて、俺がこの人生の主人公なんだってずっと思い続けてやってきました。だからホストのプレイヤー有志最後に残す言葉は、自分を信じて自分が主人公なんだってみんなに残したいなって思います。まあ来年は行けよ。行く、全然行く。行けよ。ナンバー慣れちゃう。俺ガチになる。ガチになるの？どんなホストになりたい？いや、ナンバーワン絶対取る。どんなナンバーになりたいの？確実。あ？確実なナンバーワン。確実なナンバーワン。とにかくナンバーワン。とにかくナンバーワンね。I would like to thank everyone for attending the final event of the Roland Group. Thanks to everyone who were able to release another amazing year. なんて言ってか全然わかんね改めて2023年トップ10はローランドグループ年間のトップ10、7300万オーバー。僕が悪いしくってそして年間売上7位以内のホストはすでに1億円超え。ナンバー争いを卒業した俊也エイトも加えるとグループ全体で9人が売上1億円を超えた。こうなるとトップ3の売上が気になるところだが、堂々のローランドグループ第3位佐藤セルティエ君でしょ。おめでとうございます。改めまして数字3億1000万オーバーです。おめでとう。ナンバー2、部下というよりもはや友達、鈴鹿椿君でしょ。おめでとうございます。4億6000万オーバーで、そして歌舞伎町ホストの歴史何年あるか分かりません僕ね。ですが一応、5億が、一番の数字と言われておりました。そんな中この彼なんとですね1円も売りかけしないでこの記録作ってくれたんですよ。歌舞伎町歴史を塗り替えてくれました。
5億。いやいや、6億2300万オーバー、有志代表でした。おめでとうございます。もはやちょっとしたベンチャー企業並みの売り上げだ。4年前、同じく有志が年間ナンバーワンとなった時は1年間どのぐらい売り上げ上げたんですか？まあで8900とかですかね。お前6200とか言っても多分喜ばないでしょ。6200の喜べないですね。7000だったら喜ぶ。いや、1億いかないとやっぱり喜べないですよね。まあそれまではちょっと店より1ヶ月1億売らないとやっぱり喜べない。店の売り上げはオープン当初の10倍以上に成長。まさにそれは歌舞伎町を牽引するベンチャー企業そのものだ。そんな中、さらなる記録更新を狙う者も。いや来年は負けんだよ。いやもう1ヶ月で超えてるっすよ。あ、1ヶ月で超えてやるよ。すごいな。ナンバーのコメント聞いてたじゃないですか。みんな感動してたじゃないですか。俺だけイライラしてた。お、マジか、イライラしたんかい。来年やるの。何個？10。どうやら本気の様子で。来年はあんま言ってなかったけど、正直10億いきたいなと思ってて、よかったら応援してほしいなと思ってる。さらに別の指名客にも。来年は10億目指そうかなと。冗談じゃないよ。お客さんもドン引きの目標だが、セルティアが10億というのには理由があった。それは現在日本の夜の街で最も売れているのはホストではなく大阪のキャバ嬢姫香。なんと2年連続年間売上10億円を突破していた。セルティアが目指すのは夜の街全体のトップなのだ。有志の指名客が勝利の美酒に酔いしれる中、一人ひどく涙する女性が。なんで涙を？私の戦いがここで終わったから、嬉し涙とやりきったっていう涙と、終わっちゃったっていう涙と。全部おいくらぐらい使ってるんですか？覚えてないけど、大体それだけの店だったんです。誰にもじゃないよ。ゆうしくんじゃなかったらこんな気持ちにならなかったし、ローラン総称はもともと去年の12月ぐらいとかから見てて、だからエイトくんとかシュンさんのね、ローランドショーを見てたんですよね。でもね、お店に行きたいなっていうふうには思わない。全然思わない。ゆうきさん、おはようございます。マジか。恥ずいっすね。元ナンバーワンホストが歌舞伎町を離れ小さな食堂で誠実に働く様子。それはかつて日本からアメリカに渡り奮闘した若い頃の自分を見ているようだった。以来アメリカからたびたび有志を応援するためだけに来日しているそう。だからお金も私普通にサラリーマンでアメリカ人なんですけど、別に自分で事業してるわけとかじゃなくて、逆に言ったらシングルマザーですごいもう貧乏生活して、自分の老後のため、自分の息子のために貯めたお金があって、不動産、経済、貯めたお金を投資して、それでなんか家賃収入で老後はね、一人でも安心かなとかって言って、そうやって貯めてきたちっちゃい不動産をね、
なここに私がいるんですよ。息子の一人息子で、もうでも大学行って自分たちが復活しちゃったから、私が必要なくなっちゃったんですよ。じゃあそれかなったお金どうする？息子にあげる？いや、息子にあげたらただの甘やかしになっちゃうし、本人もいらないって言って断る人だし、自分でやるの。東京でホストクラブに通ってるのを息子さんがこの知ってる。すごい喜んでくれてます。お母さんがなんか生きがいを持って生きてること。老後資金が有志に消えた。それは通常の人生において大きすぎる決断だ。有志に応援することによって知らないサラリーマンのね、ちっぽけな人間が年間ナンバーワンを取る、その人を応援することによって自分がなんか何者かになれたような気がする。何が一番嬉しいかって、誰かの役に立ててるっていうことが嬉しいんです。もう私は本当にもう今年でお姫様は卒業って思っていて、もうまあ来れないんですよ来年。ぶっちゃけ僕は本当にね、それはお金がないから。そうやってもう売ったもん全部出し切っちゃったからもうないんですよ。ホストクラブに通うお金はもうない。有志に会えるのはこれが最後かもしれない。よく頑張ったね。いやいやもう本当に本当にいやもう本当に支えられた。またスタート。営業終了後、不吉な予感。かつてローランドのライバルとしてしのぎを削ったこの男。ホストなんてみんな客のこと嫌いっすよ。そんな金使ってなんぼっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。4億円プレイヤー椿が社長のもとへ。お疲れ。まずは一年。まずはお疲れだ。まずはありがとう。よく頑張ったよ。ちょっとね、走り切る途中ぐらいでそこ疲れたなと思って。で、正直ちょっとやめようかなと思ったんだよね。いやなんかそんな感じだなとは思ってた。で、ただローランドグループにいるからこそここまでの売り上げだったりとか、結果を出せたから、そこはなんかその結果を作ってなんかこうやって稼げたからやめるっていうのは多分あまりにも無責任だなと思うし、まあ結論から言うとまあやめないと。でやめれんだ。やめない。それはやめないよ。オッケーオッケー。まあ大前提その俺らに恩義感じて無責任だなって思って続けるっていう言葉は俺もちろん嬉しいよ。そこに責任感じてくれるんで。俺からしたら別にそこはない。別に今辞めたところで恨むとかは全くねえし、俺やりきってくれたなと思うんだけど、だから、まあオーナーとしてはもちろん残ってくれた利益だから嬉しいよ。でもオーナーとしてじゃなくて友人として話すな。将来、俺はすげえホストだと思うけど、経営できるタイプでは俺はないと思ってるのよ。椿が本当にやりたいことがホストクラブの経営じゃないんだとしたら俺は絶対やめた方がいいと思う。で、ってなった時に将来何すんのって話になるじゃん。今年の給料を含めたら、まあある程度の生活はできると思う。でも、まあ今のまま一生食っていけるかって言ったらそうじゃないし、椿の性格上放浪したいようなタイプで自由に生きたいタイプでしょ。ってなったら今売れる段階でもう少し頑張って将来のために金貯めてやめた方がいいと思う。ってなると今はやめ時じゃねえなっていうのは友人としてのアドバイス。将来働きたくないんでしょ別に。経営したいとか全くなくてさ。何したいの将来。何したいとか全くない。ただこうやって勝負してることがすごい好きだから、ホストってさ、例えばじゃあ今5年後にホストできるかって多分できてないと思うんだよね。だからこそ来年はまたやろうと思ってる。で、今年日本一取れなかったから来年も正直日本一取りに行こうと思ってる。すごいな。じゃあ来年も頑張ろうぜ。いやもちろん。セルティアがもう勝つ気満々でさ、敵いねえとか言ってたからさ、まあまあいいライバルいるだろうし、この業界で多分年間で多分うちが一番だったと思うから、まあ追われる側じゃん。頑張ろうぜ。
来年もよろしく。ああ。 2023年の戦いは負けに終わった。椿は一月ほど海外で英気を養い、今年もまた1位を狙う。はい、皆さん仕事納めなので笑顔でお願いします。今度はい、じゃあ行きまーす。はい、ポーズ。300店近くある歌舞伎町のホストクラブ。その中の1グループの物語は2024年も続く。